アンニョン、パックンです。皆さん、辛いものってどれぐらい食べられますか？僕の友達は辛ラーメンですらヒーヒー言います。でも僕は辛ラーメンに辛いってあんのと思うんです。なぜ韓国人はここまで辛さに強いのか？なぜあんなにも辛さに見せられてしまっているのか？理由3つあります。1つ目は辛さがエンタメになったから。2つ目は唐辛子の供給量に革命が起きたから。3つ目はストレスの逃避装置になったからです。辛さに見せられた民族の物語をぜひ聞いてみてください。まず一つ目の話はですね、辛さのエンタメ化ですね。地獄の鍋になぜ人を笑わせるのか。例えばですよ、ヨプトクっていうものがあります。日本語で言うと、グロー系トッポキですが、実態はもう舌を殺すような、もう潰すような辛いトッポキなんですね。真っ赤なスープの中にはチーズ、うずらの卵、餃子、ラーメン、餅か、まるで地獄の混浴風呂のように混ざっているんですね。友達といって3人で L サイズを完食したら、それが小さなお遊び時間としてなることがあります。というのも、トッポキ食べてたら口の中が燃え、汗が噴き出し、顔が真っ赤になっても、その苦しみがなぜか最高に楽しいんですね。お前、唇腫れてるぞとか、水飲むなとか、余計に痛くなるらしいから飲むなとか、そうやってバカみたいに笑いながら、心の距離が一気にゼロになる場合もあります。この辛さがエンタメ化していて、友達と辛いものを食べるっていうのが、楽しむ経験としてなってるんですね。で、今度はですね、プルダック問題が浮上します。プルダックはですね、とても辛いラーメンという風に考えてください。もう食べてたら涙ボロボロになる外国人の方も多いんですよ。でも韓国の人々はなぜかこのプルダックで限界チェックテストみたいなのをやってるんですね。さらに YouTube ではこれをチャレンジとして映像化する人が多数出現する。プルダック5倍に挑戦してみたとか、辛さ耐久耐えれるのかみたいな辛さがコンテンツになる時代です。湯気が目に染み、咳込む。でもその苦しみを共有することがエンタメ、楽しいことになってるんですね。そして2020年代、韓国人は自分好みの地獄をデザインするようになりました。それはマラタンですね。韓国の若者たちが最もハマっている中国料理。昔ジャージャー麺なんですが、今マラタンに変わっているかもしれません。ホアジャオで口が痺れ、唐辛子で喉が焼け、香辛料の香りで鼻がシーンとする。それでもなぜか癖になる。そして写真撮って SNS に投稿したくなる。マラタンは自分で選ぶスタイルなんですね。えのき、きのことか春雨、豚バラ、インスタント麺、トッポキ、白菜、うずら、卵とか、それを真っ赤なマーラスープに放り込めば、あなただけのカスタム地獄鍋が完成するんですよ。若者たちは辛さレベルマックスを選んで、涙と鼻水まみれの顔を TikTok で共有する。辛さはもう一人で泣くためのものではない。みんなで笑うための遊びになってるんですね。日本では辛さは隠し味やアクセント。でも韓国では会話のネタとか友情の試練とか動画の企画にもなる。辛さは笑うためにある。辛さは語るためにある。辛さは感情を共有するための最高のスピーカーなんですね。二つ目の話はですね、作られた辛さや供給革命っていうところですね。韓国人の辛さ体は遺伝ではなくて人工かもしれません。実は舌は作られたものかもしれないというところですね。辛さは12倍の進化を遂げてきたらしいです。想像してみてください。1930年代の韓国の食卓、キムチは今のような赤い爆弾じゃありません。白くて、ほんのり辛くて、塩の味と酸味のバランスで勝負していた時代、辛さはただのアクセント。ところが2010年代、なんと唐辛子の使用量は1930年代の12倍になってるんですね。キムチだけじゃありません。トッポキ、スンドゥブ、プルゴギ、チゲ、ラーメン、ジムダク、どれもマアが辛くなっているんですよ。しかも数字もえぐいらしいです。1970年代には1人当たりの唐辛子消費量は 1.2kg。それがたった5年で 2.7kg になったらしいですね。2011年には 5.8kg に到達したらしいんですよ。たった40年で5倍以上も膨らみがありました。これはもう味覚の進化じゃなくて爆発なんですね。そしてこの辛さの大爆発の裏には1970年代の農業改革があったらしいです。これまで韓国では地方ごとに違う在来種の唐辛子を育てていました。ところが1975年以降、一対交配種と呼ばれるハイブリッド唐辛子が登場したんですね。これは辛さ、大きさ、収穫量、すべてを最適化した品種で、まるで唐辛子界隈の最強の品種。これにより
収穫量は約2倍から3倍まで上がり、農家も収入も上がって、食卓の辛さも上がったんじゃないかと見てる人たちもいます。でも、ここで不思議な事実があります。辛さイコールキムチというイメージがありますが、実はキムチの消費量は減ってるんですよ。1970年代、韓国人は1日あたり 300g から 400g のキムチを食べていたらしいですね。それが2000年代には 103g までダウン。約3分の1ですね。でも、唐辛子の消費量は爆増中らしいですよ。なぜか、それは辛さの集約交代が起きたかららしいですね。1980年代以降、キムチの外にも真っ赤な救世主が登場しました。辛ラーメンとか、タッカルビとか、トッポキとか、辛い食べ物がどんどん出てきたんですね。さらに2000年代には外国産の激辛唐辛子が市場を制圧していて、ベトナム産などのスコビル値高めの唐辛子が大量輸入されました。その市場シェアは2000年に 13% だったのが2011年には 51%。半分以上がもう辛い外国産になってるんですね。つまり食べる量は減った。でも口の中の火力はどんどん上がっている。これはもう文化じゃなくて辛さという欲望の産業化かもしれません。そして最後、3つ目の話はですね、ストレスが生んだ辛さ中毒ですね。というのも歴史的な背景も相まってるんですよ。1950年代、韓国は戦争で国土がズタズタになり、人々の心もズタズタでした。6.25 戦争、朝鮮戦争直後、人々は空腹と恐怖、そして生きることに必死。そんな時代に真っ赤なチゲがテーブルに登場します。辛さは痛みを忘れるための薬だったという研究者もいます。実際、1953年に登場した新南丼トッポキは真っ赤なコチュジャンで味付けされた革命的な一皿です。この頃から韓国人の舌と心には辛い味イコール癒しというプログラムがインストールされたんですね。辛いものを食べると脳がエンドルフィンを出します。これはモルヒネの約100倍の鎮痛効果を持つらしいですね。天然の快楽ホルモン。つまり、唐辛子を口を入れるたびに僕たちは一瞬地獄から天国へトリップ旅行している気分になるんですね。その後、1960年代から80年代には高度成長時期がありましたよね。見知らぬ隣の人。孤独と競争に疲れた人々が夜になって足を運んだのは、どれも口の中を焼き尽くすような辛さ。でも舌が燃えるほど少し心が楽になる。まるで涙の出ない人間のための代わりの泣き方みたいな料理たちでした。そして1997年には IMF の通貨危機がありましたね。国はもう破綻寸前で無数の会社が倒産して父はリストラ、母は涙みたいな時期がありました。この年誕生したのがあの伝説の料理、プルタクのタッカルビですね。火を吹くような激辛ソースに漬け込まれた鶏肉。それはまるで社会の怒りの焼き尽くすようなものだったかもしれません。そしてその流れを受け継いだのは辛いちゃんぽんとか辛いトッポキですね。もうこれは料理ではなく肛門と快楽のミックスかもしれませんですね。唯一コントロールできた痛みっていうのが辛さだったかもしれません。僕もですね、中学生だった頃、そういう時期があったんですよ。受験とか学習塾とか勉強とか、心のどこかがいつも冷たくて寂しくてイライラしていて、でも放課後に食べたヨプトクは違いました。唇が腫れるほど辛い。舌が痺れる。でもその瞬間だけは何も考えなくても済むんですね。泣いてないのに涙が出る。寒くないのに汗が吹き出す。何も喋らなくても友達と辛いな、でもうまいなって笑える。その熱さが僕にとっての救いだった気がします。そもそも人はなぜ痛みをわざわざ食べたがるのか。汗をかき、涙を流し、舌を焼きながらも笑って箸を飲ます。それが癒しか中毒か、それとも心の叫びか。韓国は辛さで感情を表現し、日本は繊細な旨味で整える。どちらが正しいのか、どちらが豊かなのか、そんな問いに答えはあるのでしょうか。もし今、あなたの人生が少し寂しかったら、一度真っ赤なプルタクを食べてみてください。その痛みの中でもしかしたら自分の弱さと強さが見えてくるかもしれないですね。痛みを食べる文化。それは野蛮ではなく、僕たちなりの哲学だったかもしれないですね。あなたはどう思いますか？動画面白かったらチャンネル登録と高評価で応援お願いします。以上、パクでした。アンニョン。